多いと使えないのかしら。かもしれん。しかしあれは手強いな。うかつに近寄れんぞ。効果範囲が見えないってのは厄介ね。耳を働かせれば把握できる可能性もあるけど、そんなことやってる暇なんてないでしょうし。あともう一つ。なんだ。もしかするとあれ、防御にも使えるんじゃないの？攻撃を曲げる、あるいは自分自身を空間歪曲で瞬間的に移動させてか。ありえないと言い切るのは無理だな。何？いや。え？なんだ。空間歪曲よ。あっちとこっちの間にある空間を端から潰していってるの。不条理にも程があるぞ。見ろ！見ればわかる。あの根人、さっぱり知的ではないがゲート者だな。とにかくもう動き回るしかない。重力波も空間歪曲もこちらに目標を定めて使っているのは確かなんだから、まず位置をつかまれなければ未然に防げる理屈よ。同意だ。向こうの力は無尽蔵のようだからな。なら今度は何だ。これはきっと時間が。時間歪曲。どうなる。ごめんなさい、わからないけど多分。村正、可能な範囲でいい。現在状況を解説してくれ。今私たちは時間的に移動させられている。それは間違いないと思う。ただ私たちの意識に混乱が生じていないということは、私たちの内的時間は正常に保たれているということ。内的時間と外的時間が乖離しているのね。この宇宙における私とあなたの時間的座標が通常の規則から逸脱した変異をしているって表現で正しいのかしら。要するに俺たちは四次元的に吹っ飛ばされたということなのか。おおむねそうなんだと思う。とてつもない過去、あるいは未来へ放逐されると。
いえ、それはどうかわからない。なぜだ。私の認識力が状況を正しく理解できているならだけど、私たちは時間軸上を直線的に移動していない。過去と未来を行ったり来たりしてる。移動の幅もそんなに大きくはなさそう。当てずっぽうだけど、多分せいぜい数百年の範囲内なんじゃないかしら。つまり俺たちは今、数百年前から数百年後の富士山上空に時間的座標を激しく変動させながら存在している。富士山上空以外はその通り。真実がじゃなくて、あくまで私の推測がそうだってだけだけど。どういう意味だ。俺たちが富士山上空にいるとは限らないと。時間移動が空間移動を伴わないという保証はないし、仮に私たちの空間座標が固定されたままだとしても、やっぱり相対的には移動が生じている可能性がある。世界の方が動いたら同じだもん。なるほど。村正。何？減速していないか。そうね。根人が私たちに与えた時間的運動力が少しずつ消耗してゼロに近づいてるのよ。もうすぐ止まる。俺たちにできるのは祈ることだけか。あれ以外の神。これも当てにならない推測なんだけど、多分私たちの状況はそれほどまでに悲観したものでもなさそう。そうか。整理してみましょうか。私たちは本来の時間的位置から根人の力で弾き飛ばされた。私たちに働く外部からの力がそれしかないのなら、延々といつまでも同じ速度で時間軸上を移動し続けるだけよ。でも事実はそうなっていない。私たちを運ぶ力は徐々に弱まっている。何か別の力も働いていて、根人からの時間移動力を減災していると考えられる。それが私たちを本来の正しい時間的位置へ引き戻そうとする力。言うなれば時間の修正力なんだと思う。すると最終的に修正力は私たちを正しい位置へ戻すまで働き続けるはずだから、根人から新たな力が加えられてきたりしなければ、私たちは本来の時間へ戻れると思う。なら確かに悲観する必要はないな。ええ、この推測が正しいならね。ただ、今はあっさり時空間を移動できているけど、このまま移動力が弱まっていくと、最後にはいくつかの時空間に捕まると思う。捕まる？一時的に別の時空間の住人になるわけ。それはなかなか大事の気がする。何もなければ
すぐに修正力がその世界の高速力を上回って、私たちはまた本来の時空間へ向かって移動できるはずよ。何もなければね。何事かがあったら、その限りではないと。ええ。仮にも住人になるわけだから、何かの拍子でその時空に固定されて脱出できなくなる危険性はある。それを避けるには、何もしないのが一番よ。その世界の事象に一切関わらないでおいて、修正力が働くまで待つの。分かった。でも、これも絶対ではないから注意して。何もしないで待っていたせいで、その世界の事象に絡んでしまうってこともあり得るし。基本的には何もせず、ただし臨機応変の気構えは捨てず、それでいいか。多分ね。ここ。村正、いつまで待っていればいい？慌てないで、すぐよ。私たちをこの世界から引っ張り出そうとする力は、ちゃんと働いてる。幸い、面倒なことは何もないみたいだし、このまま静かに。誰か、そこにいるの？ミド、どうする？
今度は暴風雨の真ん中か。一応断っておくけど、私が行き先を選んでるわけじゃないからね。ミド、ねえ、あれ見て。下。あの船、沈みそうね。そうだな。今にも。船の横腹に何か見えない？あの文字列か。船の名前だと思うが。時間か。みたいね。次はもう少し落ち着いた場所だといいんだけど。
何よ、これ。どこの地獄よ。ディーテの都だろうか。この人たち、エミシ。わかるのか？なんとなく。多分、みんな、私の同族。でも、少し違う。待ってみろ。なんだ？状況を忘れないで。ここは私たちの世界じゃないのよ。この世界に深く関わったら元の時空間に戻れなくなる。それでもいいの？あれは。
どうも熱に当てられたらしい。まだか。しかし、一息つけるな。そうね。それに、時間はともかくとして、ここはヤマトみたいだし。どうしたの？月が月？荒れている。は？ちょっと、突拍子もないこと言わないでよ。落ち着きなさい。月は満ち欠けするけど、割れたりなんて。落ち着け。ここが数万年どころではないか。数億年以上昔の地球上という可能性はあるか。だいたい数百年の枠の中で動いていたはずだし、それはないと思うけど、周りもそんな風には見えないし。ミド、ああ、今の誰？知らない。本当？なぜ疑う？まあいいけど、それより気をつけて。多分これで元に。そうか。元の時空間へ戻るということは、すぐさまあの神との戦闘が再開されるということだったな。だから気をつけてって。いた！
で証人。ああ。しかし重力波に空間歪曲、極めつけの時間歪曲、そろそろ種切れにならないのか。種はともかく弾数ならまだまだ尽きないみたいよ。いくつか分かった。あれは同時に2つのことはできない。そして立て続けに行動することもできない。ええ。力の総量は無限に近いほどあっても、それを無制限に扱えるわけではないでしょうね。もっけの幸いだ。せめてその程度の条件がつかなくては勝算も立たぬ。狙いどころは新規の激流を使ってきた直後。ああ、その隙をついて一撃を加え離脱する。攻撃が成果を上げないことに加え、チクチク刺して回られるのが気に食わないか。それでいい。神が怒りに任せ、さらに大規模な攻撃を仕掛けてきた時がこちらの勝機だ。大きな攻撃を行えば大きな隙が生じる。けれどこれ、蛇がいるって分かってる藪をつつくようなものよね。違いないな。せめて己の愚かさを後悔はできるように努力するか。了解。後悔は生き延びた人だけの贅沢だものね。え、今のミド、待って、いけない。何か変、まだかも。今までは手加減していたとでも言うのか。違う。一発の威力を抑えて連射ができるようにしてきたの。威力を。まだ来る。ひとまず離脱するぞ。了解。ダメ、後ろに。なんだか新しい宗教を開けそうな気分よ。後でやれ。
いくらでも応援してやる。だがその前に、どういうことだ？なぜ急に変化した？その疑問、納得のいく回答が一つだけ思いつくんだけど、聞く？妙に嫌な予感がするな。聞こう。神だから。納得はできるが解決策になっていない。そうよね。今何か聞こえた？聞こえたというより感じた。人間？いや、竜形。中坂右京。ようやく気づきおったか。血の巡りの悪い若造め。あの代官！おお、良い心地よ。感じるわ、たぎるわ。これが命、これが力か。俺は内世に戻ってきたのだな。お山の神の力を持って。愉快よ。これほど愉快な話もないわ。村正、あり得ることか。重力操作による死者の蘇生というのは。ありえない！死んだ者が生き返るなんて絶対にないことよ。
礎にして、その生前に近い存在を作り上げることなら。それがあれか。匂うぞ。一姫が近くにおる。そうか、俺を迎えに来たか。であろう。お前は神に嫁ぐと言った女。すなわちお前をめとるのはこの俺に他ならぬ。今こそ長坂！まだいたか、ハムシ。貴様など別にどうでもよいわ。尻尾を巻いて遠吠えしておれ。そうしたいのは山々だが、立場上飛んで火にいらねばならぬらしい。かゆい真似を。貫くよ赤蔵め。今日もまた俺の邪魔をするか。一身上の都合により相変わらずの言い草もいまいましいわ。よし、相手してくれるぞ。考えてみれば貴様への借りを置き捨てておくのは合敗だ。一姫のもとへ赴くのは遺恨を晴らしてからでも遅くなかろうよ。よし、好機だ。ものすごく努力してその一言を言ったのがわかるから褒めてあげたいんだけれど、その前に私も同じくらい頑張って今の言葉にうなずかないといけないのね。いや、別にいい。俺の意図が通じてさえいるなら。
から死ぬ限り活人島の王に。終わりを始める。死を行う。空を表す。危うかった。吉野恩流合戦霊峰、陣雷が崩し、レールガン、うがち。終わりね。復元するつもり？バカだ。二度までも貴様なのにこの俺がうわ
良き立ち会いであった。おかげで寝覚めが至極いい。だが往生際の悪さはいただけぬ。せっかくの武名を自ら怪我してはなるまいぞ。花は桜木一あぶし。散りざままでも華々しくあれ。何？生と死の選択を己に課す命題として自ら問う。されば長将の歓喜する渦に喜劇の幕よ。いざ上がれ。光！答えは用意したか、影明。ここはついに世界の果て。道家の詭弁と悪魔の仮面がお前の影を踏んでいる。勝者のみ、ただ一人の勝者のみが果てに立つ。そのものをこそ神と呼ぼう。人に許されざるを自ら許す超越の権能者と。光。なんだその全問答は。いや、わからんではない。何やら吹っ飛ばされかけたり、地底に埋没したり、そこで変なのに出くわしたり、いろいろとあったからな。心配をかけたか？案ずるな。結局何だったんだか我がことながら未だにさっぱりよくわからんが、光は光る。他の何者でもない。見ての通り健在だ。そうか。神と言ったな。ああ。お前はこの世の神になりたいのか？神になりたいか？それは考えたこともない。だがならなくてはならぬと知っている。ならねば光の望みが叶わぬ。これはお前と村正が教えてくれた道。だがお前はすでに神も同然だろ。見ればわかる。あの神は砕けて散ったが力は失われていない。お前の中にある。ミド、これのことであろう。ああ、これか。なかなか大したものではある。肝臓が10個くらい増えた感じだな。そんでもう十分だろ。お前は神と名乗れるだけの力を持っている。上さらに何を望む？分かりきったことをあえて聞く。そこがお前の不思議なところだ。いや、そも光は未だ神の座に値せず、気づけば手に入れていたこの謎の力。なるほど、確かに強大だ。しかし力さえあれば神たるのか？では恐竜は神か？海将は神か？80センチ重列車砲は神か？うなずけまい。
力は力に過ぎぬ。因であって果ではない。過去幾人もの覇王が神を自称した。それは彼らに力があったからか。皆力を持って国々を切り従えたからこそ、王は己に神聖宿るを信じたのだ。臣民もまた。ならお前は。光は歴史への敬意のもと、その示す道筋に従おう。いかに大きな武力を持とうが、成果を世に表すまでは決して戦勝すまい。そして過ちの鉄も踏むまい。かつての覇王は皆中途で堕落した。世界人類ことごとくを征服する前に満足し、力に溺れ不完全な神となった。故に打倒された。俺はそうはならぬ。波動の終端までを踏破する。港光は30億人類すべてと勝負し屈服させ、その事実をもって神座へ至ろう。お前はどうしてもその妄念を捨てられないのか。捨てられぬ。いかにも妄念、いかにも愚念。されどこの一年が光の命脈。まずは舞台を整えよう。今光に宿るこのたわけた力、天下万民と分かち合うにも十分だ。何よ。光は一心の願いから全人類の廃止を求め、ならば諸人は光の意志に抗い拒絶するための脳を持たなくてはなるまい。でなくては不公正。故に授ける武の一方、殺伐争奪の力と心を。天下不武。今ここに港光が発令した。村正、あれは。汚染波の塊よ。とてつもない濃度の。あんなのを浴びたらきっと鋼鉄でも防げない。しかもそれだけじゃない。そうとも雲。これは武の嵐だ。白銀の雨風を地上に注いで回り、人々に武の力と魂を与え、この光と同等の武人に仕上げる。これで人類は心身ともに完全武装。この中で勝ち抜いてこそ神たる武人。ロシア、欧州、中東、新大陸、暗黒大陸、ヤマト。村正、あれが全世界を汚染するのにどの程度の時間が必要かわかるか。多分1時間とは。およそ45分だろう。止める方法は。元を絶つ。あの嵐は独立してない。発生源と繋がったままだから。
何を望む？光る！そこまでのことをなし、何を？よい。幾度でも答えてやる。お前が問いを重ねるなら、光も同じだけ変わらぬ決意を叫ぼう。父よ光の望みはただ一つ。我が父を返せ！俺をこの世に生み落とした根源を、父の愛を確かめたい。そのために光は母を滅ぼし、世界を滅ぼす。父を奪い束縛するすべてを滅ぼす。そのために光は神となる。人の道に許されぬ父の奪回を真剣によって成し遂げる。なぜと問うか。なぜ核も求めるのかと。それが奪われているからだ。俺は覚えている。母が父に告げた強奪の言葉を、その瞬間を魂にかけて記憶している。だから取り戻さずにはいられない。父は、お前の父は。鍵明、ここへ参れ。貴様には何の恨みもない。かような真似を命じるのが心苦しくもある。だが今となっては、この愚か者に拾われた運命を嘆いてもらうよりないわ。貴様が事の決着をつけよ。いないのだ。この世のどこにも、お前の父は父たることを捨てた。捨てるよう命じられ、従った。知っているのだろう。知っている。だから諦めていた。表の港光は、しかしその陰で俺を育てた。それでも父に愛されたいという希望を、俺という一つの夢を。お前は人の世に押し隠された父なら、人の世をひっくり返してやれば出てくるやもしれんだろう。影明よ。光る。ならお前は、父親が戻り、お前を娘と認めさえすれば、それで満足するのか、世界の破壊を思いとどまるか。その問いも以前に答えたな。光が欲しいのは生贄の肉ではない。真実の心。父は社会と秩序を重んじ、それゆえに光を娘と認めてくださらなかった。だからこそ、現世界を守るためとあらば、光の願いを聞くやもしれん。しかし、それではダメなのだ。真実がない。形ばかりの偽物に過ぎない。そんなものは欲しくもない。真実を得るには、父が尊ぶもの。我が母スバルを、今の人間社会を、すべて滅ぼし尽くした上で問うのみ。
これでも光を愛してくれるかと。9割が憎しみでも構わない。9割くぐでも。残りの一部。ほんの少しだけ。一かけらだけ。肉親の愛情を示してくれるなら、それでいい。それで俺は満ち足りる。そうか。影明。ならば光る。お前に父など与えない。ここで死ね。それが答えか、影明。わかっていた。そう。お前はあくまでも母上の味方。俺ではなく、母こそは俺の敵であった。母の意志に従うなら。兄影明。お前も光の敵！その通りだ。倒す。母に従うその生命魂魄。奪い尽くす。母のものは何もかも、この光が奪う！そして世界を打倒する。すべて終わった後で、この身に宿る力を使い、我が父のみを生き返らせよう。阻めるものなら阻むがいい！
さよう。無双が外の世界を無とする理念であれば、無我は内の己を無とする理念。これもまた善に通ずる方であろう。無我にいたらば指示も私欲もすでにない。あるのは世の大義のみ、その敵を討てと欲する世の意志のみ。お主の意志が消え去ろうとも、世の意志がお主を突き動かし敵を討つであろう。鍵明よ。一つ問わせろ。死せる者の魂はどこへ行くか。死んだ者に行き先などない。だが、もし、あるとすれば、あるとせば、地の底へ落ちて、眠るのだろう。そうか。俺は、天へ昇って輝くと思う。そうか。勝利の条件、敵が銀星号であることを忘れない。
ケイン、登れ。リバース江ノ島インパクト。ミド、村正か。ねえ、体はどう？応急の処置はしてみたけど。痛むが、全く動かせないほどではない。蹴りを受ける直前に磁気の壁を張ったんだけど、それでも防ぎきれなかった。そうか。それでね、ミド。ん？蹴りと磁気反発、あと、直前の空間歪曲も変な感じに作用して、なんか、結構遠くまで飛ばされたみたいなのよね。どのあたりだ？あれを見てくれる？あれ？私たちの世界があんな風に見えるあたり。宇宙かよ。これって、さりげなく人類史上の偉大な一歩だったりするんじゃないかしら。あの方向へ落ちていかない。ということはつまり、俺は地球の引力圏外へ脱出したのか。どんな速度で飛ばされたのだ。完全に脱出したわけでもないみたいよ。まだ少し地球からの新規を感じるもの。しかし、宇宙は真空、ないし、真空に近いはずだが、なぜ俺は窒息せずにいられる？がったりの熱量変換を応用して酸素を作って供給してるの。空の果てには空気がないなんて知らなかったから、ちょっと慌てたけど。なるほど。ただ、あまり長くは続かないから、承知しておいて。力尽きる前に、大気圏内へ帰還する方策を考えろというわけだな。ええ。いえ、その前に一悶着ありそう。こうなれば、あえて帰還の手立てを考える必要もない。そうね。まだまだ検証そうだな、影明。地球を回る物言わぬ赤い衛星にしてやれなんだとは残念無念。それはあいにくだったな。しからば稀有な体験を楽しめよう。展開の居心地はどんなものだ。お前はそこで何を思う？
青い故郷を見て帰りたいと思うか、それとも深淵の星々を見てさらに先へ果てまでも旅してみたいと思うか。どちらも違うな。ここで俺が思うことは一つだけだ。いえ、銀星王、もはやお前を地上へ返したくはない。よくぞ言ったり。ならば鍵明、力ずくで光をとどめてみせよう。待って、光線圏に入るまでの時間でなんとか回復を進めてみる。うまくいけばいくらかマシな状態に。それはいい。そんなことをしても勝てはしない。勝つための手は一つだ。何？村正、今すぐに俺を精神汚染しろ。精神支配だ。お前の精神で俺の精神を潰し、どうかして取り込め。いつか拘置所でやろうとしたようにだ。なんで？野立ちを再生させた時のことを思い出せ。あれが答えだ。俺がいる限り銀星号には、光には勝てない。どうしようとも。そんなこと。いや、事実だ。さっきもそうだった。確実に切れるはずだったあの瞬間、俺の意識に光の面影がよぎった。あれさえなければ空間 Y 極の発動に先んじて刃が届いていたかもしれない。俺自身が最大の敗因だ。だから俺を殺せ。俺の意志を潰せ。無理よ。人の心をなくしてしまったら戦いようがないもの。普通の武者ならそうなる。だが村正、お前は使命あって生まれた剣。その使命は俺の使命と今や同一のもの。俺の心が消えようとお前の使命が残っていれば同じことだ。戦える。でも私は。村正、私はあなたの意志を守りたくて。急げ。できない。だって私。忘れるな村正。俺たちは屍を踏んで歩いてきた。ここに至るため幾多の命を踏み砕いた。俺を汚染から救い出してくれたあの時、お前自身が俺に言ったことだ。他人に支払わせてきた犠牲、その全てを無駄とするか否か、今が瀬戸際だ。迷う必要はない。迷うことなど許されない。井戸。やれ。これは俺の責務だ。これはお前の責務だ。村正、俺の意志を奪え。
くれたね、鍵明。今の体術、光としたことが不意をつかれた。こんな技、こんな速さを隠し持っていたか。出し惜しみとは人の悪いやつ。ここからが本気というなら、光もその気で報いねばなるまい。仕切り直しだ。全てを出せ、全てを見せろ。俺も全てをもって答えてやる。はっしゃっ重いわ。吉野雲流合戦霊法坂上。鍵明。おかしい。解せぬ。どうにも解せぬ。良い勝負をしているのだ。かつてなかったほど、光に追随する力と技、見事というほかはない。なのに、なぜ、響かぬ。なぜ、心が躍らぬ。光のこの冷めた胸は何だ。影明と、これほどの戦いを演じているのだ。震え、高ぶり、酔いしれて当然のはずが、どうしてこんなにも虚しい。まるで、かかしか何かと殴り合っているかのように。ふん。さすがはミド。相変わらずの鋭さよ。どうやらその間、征告を得ておるぞ。村正。慣の兄はあそこにはおらぬ。何？いや、バカな。いつぞやのようにお前の娘が、影明抜きで武者のふりをしているというのか。そんなはずは。あの時とは違う。あれは正しく合一を果たした武者には違いない。うん。考えようによっては、これも信仰一致か。どういうことだ？港影明の心は今、剣に食われているということよ。意志を飲まれ、肉体を支配されている。精神干渉の力でな。
奴の動きの良さもうなずける。肉体の脳、剣の統制下において、思考と反応の無駄を極限まで削ぎ落とした結果。いや違う、そんなことはない。あってはならぬ。影明、そこにいるなら答えろ。お前はまさか剣の傀儡になってはいまい。ミド、感じぬ。影明の心が見当たらぬ。本当にいないのか。本当に俺の影明を奪ったのか。雲の村正。許さん、認めん。お前などに影明を。あの娘一人でできる決断とも思えん。おそらくしての同意を得て、いや、それとも最初からしての指示で。言うな。それこそありえん。影明が己の意志で剣に全てを奪わせるなど、俺は宣告言った。影明に奪い尽くすと。俺が奪うのだ。影明を奪い、物が物とするのは俺だ。この光るだけの権利だ。返してもらうぞ、雲。何をどうしても、何がどうあってもな。忌ましい。忌々しいのだ。我が物顔に影明の手足をくり折って。火が見える。腹渡がねじくれる。触れるのも触れられるのも虫唾走ってたまらぬ。おいおい、お前はすりつぶす。豆のように引いてやる。塵となってこの暗い海に溶けてゆけ。終わりを始め、死を行う、空を表す。ブラックホールフェリーズ。丸のみにして噛み砕いてやる。灰よりも細かくバラバラに。そう
うしてお前と駆け足とをより分け、お前のクズだけ捨ててやる。スイカの種を吐き出すようにな。おお。挑むか、我が不肖の娘、新規の調和。ご階層法人の解明に。見事果たせば、我が新規の地獄からの脱出もなろう。だが、できるか？渦が苗を砕くまでいくらもないぞ。このわずかばかりの時間で、新規125種の配列を見出すと。面白い。やり遂げてみせよ、三世上門の女。